い、では始めさせていただきたいと思います。Z ルーター with MLB という題で話させていただきます。森と申します。よろしくお願いします。でちょっと自己紹介ですけれども、私の最初のコンピューターは東芝のワンボードコンピューターで8080を使ったものですね。1980年、もう40年以上前ですね、はい、からやっております。で BSD はですね、オムロンでルナっていうコンピューターをやってまして、その時にユニオス B っていうのをリリースしたんですけれども、はい、それが1988年でした。今日会場来てですね、懐かしい KMC の文字を見たんですけれども、小島さんには随分お世話になりました、その時に。はい、はい、でFreeBSD はですね、1996年にその当時勤めてた会社がインターネットをやりたいっていうことで、メールサーバーを FreeBSD ペケで設定した記憶があります。とかいうこともあって、随分長くやってるので古いコンピューターが大好きです。はい、でヤモリっていうのはですね、ネット上ではヤモリ813でやらせていただいてるんですけれども、ヤモリっていうのはイエットアナザー森ですね。ちょっと変わった森です。はい。で、アバート FreeBSD なんですけれども、FreeBSD 使ったことある人っていますかね。もう随分なんかシェアが低くなってしまってあれなんですけれども、FreeBSD って何かっていうとですね、オープンソースの Unix ライクな OS です。で BSD っていうのはですね、バークレーソフトウェアディストリビューション、カリフォルニア大学バークレー校で開発されたものになります。で今のもともとですね、Unix っていうのは AT&T がですね開発したもので、当時ですね、1970年代かな、大学とか研究機関に関してはテープ代だけで配布してました。でバークレー校がですね、カリフォルニア大学のバークレー校湾の向こう側ですねの学校にいた人たちがですね、チューニングをしてですね、BSD、自分たちが使いやすいようにしたものが BSD でした。でそれからですね、実はですね AT&T と BSD バークレーはですね、訴訟合戦になってしまって、今出てる BSD っていうのはですね、AT&T のコードが完全に抜かれたコードになってます。はい。4点、はい、4位から抜いたのかな、はい、ということになります。で Linux とはちょっと BSD って違っております。はい、Linux っていうのはどちらかというとその AT&T の仕様に近いようなところがあるんですよね。で BSD はですね、はい、バークレーで改良されたものですはい、をベースにしてますので、やっぱりちょっと違います。で BSD ライセンスはですね、 BSD ライセンスというものを使っております。 BSD ライセンスはですね、原則原則っていうか基本としてソースコードの公開の義務はありません。はい、GPL のようなライセンスではありません。で1箇条2箇条3箇条4箇条というような形で何種類かあります。はい、で FreeBSD ですね、いくつかのアーキテクチャに対応しているんですけれども、 MIPS のサポートはですね 12R リリースでエンドオブライフになってしまいました。はい、実はですね、消されたのは14なんですけれども、13の時点でもうすでに動かなくなってたんですよね。プロジェクトとしていかがなものかというところはあるんですけれども、12R でですね、まだエンドオブライフは2024年になってますので、そこまではメンテナンスされると。古いこういう OS のメンテナンスっていうのはですね、何をするかっていうとですね、今はほとんど OpenSSL のアップデートですね。はい、はい、それぐらいしか基本的にはもうメンテはされないっていう感じになっております。で FreeBSD ですね、どうやってビルドするかというとですね、FreeBSD の中にですね、ビルドワールドっていうのとビルドカーネルっていう仕組みがあります。この2つでですね、
ユーザーランドのバイナリーとカーネルが作れます。で、全てのこの仕組みはですね BSD メイクで実行されます。BSD メイクっていうのはですね GNU メイクとですねかなり違います。はい、でオープンソースは結構ですね GNU メイクなんで、実質 GNU メイクも使わなきゃいけないんですけれども実際アプリケーションとかコンパイルするためには必要なんですけどもFreeBSD のカーネルとかユーザーランドは BSD メイクでビルドされます。MacOS も最初の頃は BSD メイクだったんですけども今は GNU メイクが入ってますね、残念なことに。はい、でこのビルドワールドとビルドカーネルっていうのはですねクロスとセルフとクロスのサポートがあります。でセルフっていうのはですね AMD64X8664 ですねの上で X8664 のバイナリをビルドするのがセルフ、 X8664 の上で ARM とか MIPS のバイナリをビルドするのがクロスですね。はい、両方できます。でクロスのビルドはですねツールチェーン CC とか BUtil AS とか LD ですね、はい、を作ってその AS とか、CC とか AS とか LD でバイナリを作るっていうのが、作るっていう仕組みになってます。パッケージはですねポーツっていう仕組みが FreeBSD にありましてFreeBSD そのポーツっていう仕組みからパッケージを生成して作り上げております。About Z Z ルーター ORZ なんですけども Z ルーター ORZ って何かっていうとですね FreeBSD のクロスコンパイルのラッパーです。で小さなリソースのターゲットルーターとかですねルーターとかで FreeBSD を動かすためのイメージを作るためのツールになってます。Linux 方面だと OpenWRT とかありますけど、似たような感じのツールになります。主なターゲットはですね MIPS の SOC ですねになります。はい、で Z ルーターもですねメイクベースのツールで FreeBSD のそのメイクをZ ルーターのメイクから FreeBSD でもビルドワールドとかを叩くっていうような形になってます。で最低限のですねビルドをするためにはですね Z ルーターのツリーとですね FreeBSD のソースツリーさえあれば FreeBSD 上になりますけれどもビルドはできます。で Z ルーターってですねオレクサンダー・リボルコレイって呼んでますけどウクライナのレイが2010年に始めたプロジェクトです。で私は2015年ぐらいからやってるんですけれども2012年ぐらいでね12年ぐらいでレイはですねあんまり興味がなくなったみたいで結構放置状態になってました。で私がですね一生懸命その当時のソースに合わせてですね直してあとちゃんとコンパイヘッドのソースでもコンパイルできるようにしていました。はい。でターゲットのリクワイアメントなんですけど、ルーターとかのモジュールでメモリラムが32メガフラッシュが8メガフラッシュはですねストレージに使ってます。カーネルとかルート FS とか置いてます。は8メガですね。8メガぐらいないとちょっときついです。FreeBSD のシステムだけであれば4メガで今入るんですけれども、それプラス何かっていうことになるとやっぱり8メガ最低限必要です。で MIPS はですね24K とか 74K っていうアーキテクチャがあるんですけども、そこら辺が良くて 4K っていうアーキテクチャもあったんですけど4K はちょっと遅くてちょっと現実的には使えないので 24K とか 74K っていうような、アーキテクチャがおすすめです。でこの
このタイプの SOC を作ってる会社としてラリンクっていう会社とアセロースっていう会社がありました。でラリンクはですねメディアテックに買収されて、アセロースはですねコーロコムに買収されてしまいました。ですごい面白いことにですね、ラリンクっていう会社はリトルエンディアンのCPU だったんですよ。でアセロースはですねビッグエンディアンのCPU なんですよね。だいたい半分ぐらいずつのシェアを取ってるので、MIPS っていうとそのほぼ半分、MIPS の SOC っていうとそのビッグエンディアンとリトルエンディアンが両方あるっていうような、状況になっております。で実行環境なんですけども、 Z ルーターってビルド環境でもあるんですけれども、それで作られる実行環境っていうのも一つ違うところがあります。通常ですね、ルーターみたいなものに OS インストールしようとするとシリアルコンソールで処理して U-boot とかをオペレーションしてイメージを焼いて OS を上げるっていうようなことになるんですけども、ネットワークがインストールできればテルネットとかが使えるようになります。でルート FS はですね ISO9660 CD-ROM のフォーマットですね。 CD-ROM のフォーマットをコンプレス圧縮してですねリードオンリーでルート FS にしてます。で結構ここが私気に入ってるところでして、最近だとフラッシュにリードライトのファイルシステムを作る方がいらっしゃいますけども、それはですね確実に壊れるんですよ。フラッシュっていうのは1年とかいうスパンでですね使ってるとフラッシュが必ず飛びます。フラッシュっていうのはそもそもあくまで書き込みもできるけど読み込みロムの延長にあるテクノロジーなんですよね。だから、フラッシュはリードオンリーでマウントするのが正しいです。ただ全部リードオンリーのファイルシステムだと使えませんので、それは添付とかはメモリーディスクで、用意しております。で当然もですね書き込みができないとですね不便なので変更したりすることがありますので、それは当然はですねメモリーディスクと共有するような形のユニオン FS っていう仕組みがFreeBSD にはあるので、ユニオン FS を使って共有してます。最初からあるファイルはフラッシュから読まれます。で書き込みされるとその書き込みされたものが出てくるというような仕組みがユニオン FS です。で、エディターは入っておりません。 VI とか入れちゃうと8メガなんてもうすぐに吹っ飛んでしまいますので VI とか当然入ってません。なので新しいファイルを作りたいときには CAT か TFTP でファイル転送していただくというような感じになります。でポーツもどきZ ルーターでもですねポーツのようなですね仕組みを作りました。でこれはですねクロスビルドしてバイナリーを追加するというような仕組みになります。ポーツのほぼ同じようなそうですねメイクファイルでバイナリーが追加できるというような形になってます。本家のですね FreeBSD のポーツに関してはですねクロスビルドの機能がないんですよ。でどうしてるかっていうとセルフでコンパイルできるものはセルフでコンパイルするんだけど、セルフでできないものとかはですね QEM とか使うんですよね。そうするとすごいリソースかかるし時間もかかると非常に無駄なんですよね。普通にクロスビルドした方が多分10倍から100倍ぐらい早いと思います。でZ ルーターのポーツもどきは普通にクロスコンパイルしてバイナリーを作ってます。でこの仕組みでアプリケーションのバイナリーとかを追加できます。あとですね私がほとんど私がポーツもどきは私が作ったんですけども、コンフィガーがですね最初のうちはですねうまく通
通せなくてですね、後からメイクファイルを編集するとかいう荒技を使ってたんですけども、今はちゃんと通るようになってます。でコンフィギュアがちゃんと通らないとどういうことが起きるかっていうとですね、今だと X8664 の上で MIPS32 ビットのバイナリを作ると型の長さが違うんですよね。型の長さが違う状態でですねコンパイルしてバイナリ作るとそんなバイナリはちゃんと動かないと。あとエンディアンの問題もありますね。はい。そこを、コンフィギュアちゃんとですね、あんまり今時エンディアンが絡むようなコードってそんなないんですけどね。はい。はい、コンフィギュアもちゃんと通るようになってます。でですね、ディペンデンシー、依存の解決がですね、本家はちゃんと依存の解決があって、ビルドできるんですけども、ポーツもどきはですね、依存の解決ができません。はい。なので、ビルド時依存に関しては、事前にパッケージをインストールしておく。で、実行時依存に関しては、事前にビルドしておくというような仕組み、形でですね、ビルドを通しております。MRuby ですね。はい。で、なぜ MRuby かっていうとですね、MRuby 自体はその小さいメモリーとか組み込み用に作られているっていうことがまず一つあります。はい、あとですね、実行に MRuby のファイルが一つあればですね、実行できるということもメリットになってます。メモリーとかストレージがですね、やはり少ない環境なので、メモリとかストレージを使わないっていうこともメリットですね。あとですね、先ほど話しましたポーツもどきとの相性が非常にいいんですよね。MRuby っていうのはですね、MRuby をクロスで使う場合にはですね、セルフでも当然作ってクロスも作るっていうようなことをやるんですけれども、MRuby 自体でクロスの仕組みは入ってます。それをですね、ポーツもどきからうまい具合に叩いてですね、イメージの中に MRuby を入れることができます。で、MRBGEMS っていう仕組みがありまして、MRuby には。MRBGEMS でですね、拡張できるというのはメリットです。でですね、例えばですね、MRBGEMS を追加した MRuby を入れたイメージを作りたいっていう場合にはですね、ビルドコンフィグをですね、ビルドコンフィグにその追加した MRBGEMS をですね、書いてですね、環境変数でそのビルドコンフィグをですね、設定した上で Z ルーターのビルドを流すと。そうするとですね、その MRBGEMS が入ったですね、MRuby が入ったイメージが出来上がるということになります。はい。で、使用例をちょっと話していきたいと思っております。パワーモニターですね。お家のですね、電力の使用状況をちょっと調べてみています。スマートメーターからですね、Y3 というワイヤレスの仕様でですね、データを拾ってきて、SQLite3 にデータを入れてます。で、これはですね、Python でこのモジュール用のコードを書かれた方がいらっしゃって、それを MRuby にポートしてみました。はい。で、SQLite3 に入れるところはMRuby SQLite3 っていうですね、MRBGEMS を使っています。で、溜まってるデータを MRuby の CGI で JSON にして、チャート JS で書いたのが右側のグラフになります。
節電のためにはですね、日々の利用状況をちゃんとですね把握できているとですね、何がどれぐらい使ってるかっていうのが分かってくるので重要だと思うんですよね。もう少し電力会社さん頑張ってほしいなと。電力会社さん側が拾ってるのは A ルートって言われるんですけど、これは B ルートっていう仕組みになります。はい。でスイッチのですねインバウンドの場合データの流量もちょっとグラフ化可視化しております。FreeBSD にはですねイーサースイッチっていうフレームワークが入ってます。でイーサネットのスイッチの処理をするようになっているんですけども、ルーターみたいな機材っていうのは大体Wi-Fi も入ってるんですけども、スイッチも入ってるんですよね。でスイッチを初期化しないでイーサネットが使えないっていうようなこともあるので、イーサースイッチっていうフレームワークが入って、それをコントロールする MRBGEMS、MLB イーサースイッチっていうのを作りました。でそれでですねデータ拾ってきてSNMP で拾えるようにして SNMP ウォークで拾ってきて SQLite3 に入れて、あとは他と前と同じように JSON にしてチャート JS で書いたのがこのグラフです。でこの時ですねちょっと引っかかったのがMIB っていうのは32ビットだったり64ビットだったりするんですよね。で MLB32 ビットフルでは使えないので31ビット相当1ビットで切るというようなことをしないとですねオーバーフローしてマイナスの流量とかになってました。はい。でウェザー天気の情報も可視化しております。これはですね去年話したですね MLB on Yet Another Bare Metal っていうモジュールでですね I2C のセンサーからデータを拾ってきて HTTP するような形のモジュールを作ってですね、それを FreeBSD の CGI で受け取ってます。で SQLite3 に入れて、あとは JSON にしてチャート JS で書いたのがこのグラフです。今年暑かったですね本当に。日々どれぐらいの気温になってるかっていうのはちゃんと分かっているので、かなり良かったかなと思っております。でこれですねFreeBSD のマシンでもですね I2C は当然できるんですけれども I2C ってすごい遅いんですよね。でビジーループで FreeBSD でですねデータ拾ってくると CPU がすごく無駄になるんですよ。なのでこういう単純な処理はベアメタルでやった方がいいよねっていうのがこの仕組みになります。あとスマートスイッチコントロールですね。これTP-Link の HS105 っていうモジュールですけれども、去年ですね北の方にこれのコントロールプログラムを MRuby で書かれた方がいらっしゃって、それを見て使えるんだったら買ってみようと思って Amazon でポチりました。でこのモジュールですねどうやってコントロールするかというと UDP でパケットブロードキャストするといる時にはパケットが返ってくるんですね UDP のパケットが。でオンとかオフとかも UDP のパケットでできるようになってます。ただですねもしいない時にはですね UDP のパケット投げても返ってこないんですよね。そうするとオリジナルのスクリプトはそこで止まってるようなスクリプトになってたので MLBUV を入れてですねMRBGEMS の MLBUV を入れてタイマーと UDP のレシーブをですね一緒にやってレシーブが来た時にはレシーブの次の処理をすると、タイマーがタイムアウトした時にはもういないってことでアブセントっていうことで処理をやめるというようなことにしてみました。でこれ CSS で書いたスイッチのオープンソースであったものをちょっと拾ってきてブラウザでポチポチするとこのスマートスイッチがポチポチオンオフできるようになっております。で LCD のディスプレイにも MLB を使っております。これオニオンオメガっていうガジェットなんですけども、それにアイテンドーで買ってきた
SPI の LCD をつけてみました。はい、でこれですね、どうやって書いてるかっていうとですね、MRuby 回路っていう MRBGEMS を私が作りました。でRuby 方面には R 回路っていう非常によくできたライブラリがあるようですけれども、この私が作った MRuby 回路、私が必要なとこだけバインドしたっていうようなかなりいい加減なものなんで、はい、あれなんですけども、MRuby 回路でそのフレームバッファーを作ってそこに描画すると。でフレームバッファーに書いたデータ、フレームバッファーのデータを拾ってきて SPI の LCD に投げるというようなことをやっております。はい、なのでちょっと遅いです。SPI がそもそもビットバング GPIO のビットバングだったりもするので、これぐらい小さくても1秒ぐらいかかってしまいます。であとですね、ダイナミック DNS のアップデートスクリプトも MRuby でやってます。これ普通はですね CURL とかでやるんですけども、 CURL ってフリービーズではデフォルトでは入りません。プラス結構依存とかあってですね、大きかったりもするので CURL はZ ルーターには CURL 入れてないので MRuby でやってたりします。あとですね、その USB 赤外線リモコンをコントロールするような MRBGEMS も作ってあるので、リモコン赤外線リモコンでなんか、はい、オンオフとかすることもできるようになっております。でZ ルーターのサイトがあるんですけど、ずっと例が昔から置いてある管理してくれてる Z ルーターのサイトがあります。で基本ただあんまり情報ないです。古くなっちゃってるところがあるので、はい、実際ですねツールのツリーはですね今は GitHub に置いてます。昔はですねレイがやってた頃はマキュリアルを使ってました。でさすがに最初マキュリアル勉強しようかなと思ったんですけど、ちょっとさすがに無理っていうことで周りの人がもうマキュリアルはちょっと厳しいんじゃないっていうことで、言ってたらレイが一応 GitHub にブランチを移してくれたので、GitHub に今はソースツリーZ ルーターのツリーもありますし、FreeBSD の私がいじってる FreeBSD のツリーも Z ルーターのところにあります。あとレイとの連絡は IRC でやってます。はい。はい。あとギターに私が書いたメモとかいろいろあるので、興味あったら見てみてください。で今日はちょっとあれなんでレイのところは今大変なことになっております。で Z ルーターにはですねロシアの人も参加してます。ロシアの人は時々日本に来てたので何度か会ってるんですけども、生まれがモスクワの南側と言ってたのでウクライナに近い方なんですよね。で多分彼も相当心が痛いんだと思うんですけども、はい、私もなんか同じチームにいる人の国が戦争を始めるなんて夢にも思わなかったなということで非常に心が痛い日々ですし、日々早くともかく停戦してほしいと思っております。またいつかレイと会いたいなとも思っております。以上になります。ありがとうございました。